どうもこんばんは、ゆっちです。皆さんはプラモの置き場所大丈夫ですか？私は色々とフィギュアもあるんですが、コレクションを置く場所を困っているところだ。一応台座ごと貼り付けて宙に浮いているような感じにマウントしたり、宙吊りしたりしてます。いい感じに飾れてはいるんですが、ちょっと落ちるんじゃないかって不安です。このチャンネルでは美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネル。よかったらチャンネル登録よろしくな。しかし今日作るのは5スターストーリー花の歌目ゴティックメイド氷の女王カイゼリンだ。こちらは映画だけではなく漫画の方もちらほら登場しているようです。しかしながらこの機体は映画で登場し、映画で動いているところを見れているので個人的には好きな機体だ。最近シンナー品薄でようやく確保できたので今回作っていく。それではじーっくりスケスケでドスケベな体を眺めていこうぜ。さあ、早速箱を開けていきましょう。箱を開けると、パーツがガッチガチに梱包されている。これは去年、ホビーショーを訪れた時、ボークスの店員さんが、折れやすいパーツが結構あるとおっしゃっていたので、パーツが折れないように梱包しているんだと思います。さあ、梱包を剥がします。梱包を剥がすと、美しいクリアブラックが出てくる。少しクリアパーツっていうのが画面では見づらいかもしれませんが、とても綺麗な黒だ。しかもパーツが一つずつ大きいため、確かに雑に梱包するとパーツが折れてしまう可能性がありますね。続いて完全な透明なクリアパーツ。個人的にカイゼリンといえば透明な装甲っていうイメージ。この透明な装甲もしっかりモールドがあり、スケスケだがかっこいい仕上がりになっている。あと装甲パーツには白パーツもある。こちらの白パーツはクリアパーツではなく普通の白パーツになっている。なので最初の2つのクリアパーツと違ってそこまで折れやすくはないはずだ。あとポリキャップや軟質パーツがあります。こちらは腰の可動や肩の関節などに使う軟質パーツです。腰はちなみに非可動のかっちりしたフレームもあります。この調子でフレームパーツを見てみましょう。フレームパーツはよく見かけるメタリックブラックっぽい色味ですね。関節なんかのディティールは細かくてとてもかっこいい。さあこれらのパーツを並べていきましょう。ランナーをすべて並べると全部で22枚あります。そして最後に説明書と付属のデカール。このプラモデルは結構素組みをするのがとても大変だ。あまりにも組み上げるのが大変すぎて挫折してしまうデュエリストも多いと思う。なので少し組み立てるポイントを見ながら一緒に組んでいこう。まずこのプラモで知っておいてほしいことが、ガンプラや美少女プラモとは違いパーツをはめ込んでも取れてしまう。接着剤必須のプラモデルになっているってわけだ。これじゃあ素組みなんてできるわけねえだろって思いますよね。そこで応急処置として文房具コーナーに売っているひっつき虫を使いパーツを仮止めします。その他にもここはもう絶対に分解しないなっていうパーツはミスターセメント SP で合わせ目を消したりパーツを接着したりします。ただこのやり方だと後で細かい下処理、例えばパーティングラインなどができなくなる場合がある。そのためパーティングラインを見かけたらナイフでカンナ掛けをして組み上げながら消していきましょう。細かい隙間なんかは紙やすりでしっかり削りましょう。このやり方で腰と首はなんとか組めるはずなんですが、ちょっと足と腕は色々と作業があるため一緒に見ていきましょう。まずは二の腕部分と肘関節の部分はパーティングラインを消しながら合わせ目を消しましょう。合わせ目を消したら肘関節を見てほしい。次につけるパーツとの間隔がとってもキツキツなんだ。これでは後で塗装した時剥げてしまう。そこでヤスリ掛けをしてパーツ同士に余裕を持たせてから接着。同様に肩関節も二の腕に少し干渉してしまうので二の腕の方を少し削ってからパーツを接着してあげましょう。腕の方は合わせ目を消したら根元の方に 0.5 ミリほどのモールドがあるので彫り直しておきましょう。彫り直したらヤスリで整えておきます。あとは腕の方はガシガシとパーツを接着していく。腕ができたら全ての腕パーツを合体。腕だけでそれなりにカロリーあるでしょう。お次に足はまずすね部分の合わせ目を消します。出てきた溶剤はスポンジヤスリでゴリゴリ削り、膝裏などの部分は紙ヤスリでしか届かないので紙ヤスリでしっかり削りましょう。削ったら少しパーツが丸くなってしまうのでナイフでカンナ掛けをしてパーツを少し尖らせます。終わったら最後にしっかりヤスリを軽くかけましょう。お次にすねのスライドの関節。ここはこのまま消すと絶対に塗装が後で剥げる。なのでつける前に裏面をゴリゴリ削っておきましょう。その方が塗装剥げも防止できるし、何よりも関節がスムーズに動く。
合わせ目を消したすねの部分のパーツは、合わせ目の部分がくぼみになっているんですよね。パテとか盛るのめんどっちいんで 0.5mm のタガネでモールドを掘ります。あと、膝のダブルスイングの部分は、後で手を加えたいので仮止めで止めておきます。足の付け根の関節、ここはめちゃくちゃ硬い。電動リューターなどで少し擦って緩くしておきましょう。つま先の合わせ目の後ろはボツボツして合わせ目が消しづらいですが紙やすりで頑張って消します。あと、かかと、ここサンドイッチ式なんですよね。もう後でマスキングすることを覚悟して合わせ目を消します。さらに、かかとの上につく装甲も合わせ目を消したら、1mm のタガネでモールドを掘り直しておきましょう。最後に仮組みをするときに、ここ、太もものパーツ、ゆるなんで、アロンアルファを少し塗って乾燥させ、渋みをつけておくと仮組みがしやすいです。さあ、これで足も完成。手足胴体をすべてくっつけるとこんな感じ。ここまで作るのにだいたい3日くらいはかかった。しかし、フレームだけでも尖ったデザインを感じられますよね。はっきり言って、フレームもなかなかかっこいい。装甲なしだと、まあ結構動くんだよね。問題はやっぱり、装甲をつけた後。よし、じゃあ次行くか。続いて装甲パーツ。装甲パーツはとても割れやすくなっているため、しっかり精密ニッパーで2度切り。さらに、棒ヤスリでゲート跡をある程度削ってからスポンジヤスリで整えます。パーツを切り出したら、接着してもいいパーツは接着します。例えば、腰のこの三角形のパーツは、合わせ目を消して腰パーツに接着しちゃいます。まあ、同じ色になるはずなので大丈夫でしょう。他にも、はまらないパーツはリューターで少し削ってはまるようにしましょう。逆にパーツが止まらない、はまらないパーツは序盤でお話しした通り、ひっつき虫で補強をしましょう。ある程度補強や加工をしたパーツたちがこんな感じだ。こうしてみると割と装甲パーツは少ない。これらを組み上げるとこんな感じ。やっぱいいですね。この尖った造形、ガンプラでも美少女プラモでも味わえない造形美。さらにクリアパーツがいい味を出して劇中のアニメのようなキラキラした感じになっていますね。とてもかっこいいぞ。では、せっかくなので少し可動域も見ていきましょう。足は結構突き出せるし、後ろにも足を持っていける。あれ、走行がなくないって思った方。仮止め状態で動かすと全部パーツが取れちゃうんだよ。一応、走行が干渉したりする場合は、走行をつけて紹介するので安心してほしい。または50度ぐらい開きます。膝は二重関節ですが、90度ほどが限界です。ただ、ここは変わった足なため、膝関節のところでひねることができます。足首は走行がない状態だと可動があるが、走行をつけるとほぼ可動がなくなる。肩はちょっと走行が引っかかりますが、しっかり回転可能。肩は肩よりちょい下まで上がります。肘は二重関節で幅広く動きます。一応、肘の部分がボールジョイントなのでロールで動きます。腰は非可動式と可動式があります。一応、可動式は前後に折り曲げられますが、そこまで大きくはない。腰のひねりもあまり大きくはない。頭は飾りが邪魔しているので少ししか動きません。あと、ガットブローは腕の関節をサンドイッチしてマウント可能です。ちなみにガットブローはマウント用と抜刀用の2種類あります。そんなガットブローを抜刀したポーズがこんな感じだ。そうです。構えようとしたら色々取れちゃいました。かっこよく剣で構えてるシーンはせっかくですからもう完成した時にしましょう。正直、素組みの状態でパーツがポロポロ取れている状態でポーズを決めるのは限界だ。さあ、仮組みが終わったら細かい下処理。それでは下処理、いくぜ。まず見てほしいのがクリアブラックのパーツ。全部のパーツではないのだが、一部のパーツは表面がデコボコしている。これはいかんので、ヤスリがけしてデコボコしている表面を消していきましょう。600番ぐらいで仕上げておけば塗装の時問題はありません。なので、しっかり削りましょう。お次にクリアパーツ。ゲート跡をヤスリがけしたせいで、少しパーツが曇っているんですよね。ここら辺は100均で売っている爪研ぎを使い、しっかり削ってあげましょう。爪研ぎで削ってあげることにより、ある程度ピカピカになる。あとはクリアのトップコートを拭けばピッカピカだ。あとはプラモの裏などにある押し出しピン。これはスカートの裏などにあります。スポンジヤスリだと少しやりづらいので、紙ヤスリでしっかり削ってあげましょう。あと、肩の透明なパーツにもあります。ここら辺は黒のパーツで隠れるのではって思うのだが、つけるとしっかり裏から見えます。
なので油断せずに削ってあげましょう。ちなみに後でやるといった膝関節だが、よく見ると可動域を止めるストッパーがディティールとしてあるんだよね。ディティールをなくして可動を広げる手もあるのだが、それはやりたくないため、今回は足に加工せずに普通に後で塗装が剥げないようにヤスリ掛けをして合わせ目を消します。続いては肩パーツ。肩パーツにある六角形のディティール、ここちょっと隙間があるんですよね。なのでパテを持って隙間を埋めます。パテを埋めて乾燥したらヤスリ掛けをして整えましょう。さらに説明書に記載されている改造、頭のパーツにはイヤリングがあります。ここは少し改造することにより透明なパーツと交換することが可能です。交換の仕方は簡単。まず既存のイヤリングを切り落とし、ヤスリで表面を整えたら 0.8mm のピンバイスで穴を開けます。ここにクリアのランナーに小さくついているパーツを切り出し、取り付ければ完成。これで別々に塗装もできて見た目も良くなる一石二鳥ってわけだ。続いては筋彫り。白パーツはモールドがあります。ここら辺のモールドには後で墨入れをしようと思うので 0.2mm のタガネを使って筋彫りをします。筋彫りをするとバリが出てきますよね。そんなバリには爪楊枝。爪楊枝をモールドになぞってあげればある程度バリが落とせる。あとはしっかりヤスリ掛けをしましょう。これをモールドがある部分全てにやります。あと背中に台座用のジョイントがあるのだがあまり好きじゃないため、ケツに 3mm の穴を増設。これでアクションポーズが取れるってわけだ。このパテはなんだって？最初ここに穴を開けたんだよ。だがな、ここにつけたら前から見えて出せんだ。だからやめて今のケツのポジションに落ち着いたってわけだな。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせていく。ただこのキット持たせる部分が少ない、持たせる場所がないよっていう場合は爪楊枝の先端を切りダボ穴にフィットさせると持たせやすくなるぜ。これを駆使して持ち手棒に持たせよく乾燥させている間に、お次に皆さんのプラモデルの紹介コーナー。こちらでは皆さんのプラモデルを紹介。今日紹介するのはこちら、大輔さんのウィングゼロカスタム。こちらはうちの動画をある程度見て作ってくれたようだぜ。青色の塗り分けやデカールがしっかり貼れていてとても綺麗だぜ。膝をついてバスターライフルを肩掛けしているのものいいが、定番のツインバスターライフルの構えはやっぱり最高だぜ。ちなみにおまけでプラモの棚たちを見せてくれました。可愛いプラモからかっこいいプラモまで揃っていてなかなか充実したプラモライフなようだぜ。お次にノアさんのエクシア。こちらも動画、アークナイツのエクシア風のエクシアを参考にしてくださったそうです。同じようにエクシア風の改造のようですが、うちのとは違い、なんと9つの銃が装備されているらしいぜ。さらに7本の剣を装備しているそうだぜ。武装もりもりだぜ。武装は GN ソード、サーベル、ドラグーン、ハンドガンサーベル、マシンガン、レールガンとなかなかにポージングも多彩だぜ。さらに発光ギミックもありとても綺麗でかっこいいぜ。俺も今度真似しようと思うぜ。こちらでは皆さんのプラモを紹介します。自慢のプラモをよかったら X でコメントくれよな。それでは本編の続きをどうぞ。さあ、まず透明なクリアパーツ以外はガイア、マルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。その上からフレームパーツなどにはミスターサーフェイサーブラックを塗り、真っ黒に一度染め上げます。よく乾燥させたらカイゼリンフレームメタリックを使い、フレームパーツをメタリックに塗ります。ここで塗り分けするパーツも躊躇せず一度全部メタリックに塗りましょう。あとスカートの裏面なんかもしっかりメタリックに塗っておきましょう。メタリックが塗れたら塗り分けが必要なパーツはマスキングをしていきます。腰はまた別のシルバーを使って書いてあるけど、同じメタリックでもバレない。甘いぞ勇気、海馬。そのような妥協でカイゼリンを作れると思っているのか。この塗料は値段が結構する上に、すでにカイゼリン専用の塗料で金がぶっ飛んでるぜ。その値段、この俺がねじ伏せてくれる。こいつが専用のメタリック塗料だ、遊戯。これが幻のレアカード。こいつも忘れるなよ、勇気。何？さらに専用のトップコートの追加攻撃だと。最強のカードは揃ったようだな。これで綺麗なメタリックを仕上げるのだ、遊戯。ああ、わかったぜ、海馬。俺は妥協しないぜ。しかし、こちらの塗料、今使っているシンナー系の塗料とすごく相性が悪いです。なので、一番最後に塗ります。
マスキングしたら、まず、かかとと手は、今度は一緒にカイゼリンブラックメタリックを塗ります。装甲の黒とは違い、軽くメタリックが入って綺麗な装甲パーツに仕上がる。装甲パーツはミスターサーフェイサーグレイで一度灰色に染め上げます。その上からカイゼリンブラックを塗装していきます。この塗料はクリアブラックではないので、一度で結構しっかり黒色に塗れます。塗装がしっかりできるとこのようにツルテカになるので、これを基準にしてしっかり塗装しましょう。白もサーフェイサーグレイを下地にカイゼリンホワイトを塗ります。グレイの後に白を塗るので塗り残しがあるのかもしれないっていうのが怖いので、俺は3回ほどに分けて塗り上げたぜ。よく乾燥したらコーティングとしてホワイトパールを全体にさらっと塗りましょう。パールがかかることでより綺麗な白に仕上がります。これを全ての白パーツにしっかり塗りましょう。頭部の耳飾りはクリアブルーがなかったので、純色シアンで代用。薄く全体に塗ってあげればいい感じに仕上がります。瞳の部分は一度スターブライトシルバーを塗ります。これで明るいメタリックに仕上げたら蛍光ブルーグリーンを塗ります。これで青緑色の目を作っていくってわけだ。ここまで来たらクリアパーツの方もやっていくのだが、しっかり目を塗ったりデカールを貼った後に一気にクリア塗料を吹きたいので、一旦筆塗りをします。筆塗りはまず白装甲にミスタースミーレグレイを使い墨入れをします。ブラックだとカイゼリには似合わないと思う感じがするので、グレイぐらいがちょうどいいです。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。関節パーツなどのディティールにはガーレリダークアイアンを塗装します。この塗料は水性塗料なので、はみ出してしまった部分は水でさっと拭き取ります。さらに白パーツの一部メタリックの部分はガーレリステンレススティールを使います。フレームのメタリックと近い色なので親和性があり、しっかり馴染んでくれます。目はジルコニウムブラックを使って目の周りを黒く塗ります。目の周りは黒く筆で塗れますが、目の中心は筆では難しい。そこで爪楊枝に塗料を少しだけつけてちょんとつくといい感じに綺麗に目が塗れます。これを両目しっかりやりましょう。顔の口はファレホのグレーブルーで塗装します。ここら辺も爪楊枝で塗装していきます。個人的に筆より爪楊枝の方がうまくできるんだよね。あと目の周りのモールドもファレホのターコイズを塗ります。ふんわり水色が入ってとても綺麗な仕上がりになる。あとデカール、貼る前にマークソフターを軽く塗りデカールを貼っていきましょう。ちなみにデカールは2通り選べることができるのですが、今回は映画基準で貼り付けていきます。大体の塗装ができたらトップコート。クリアで全てのパーツをコーティングしていきます。ちなみにクリアのこのくすんだパーツもクリアを塗ることで綺麗に仕上がる。これを全てのパーツ全体にやっていきましょう。そしてよく乾燥したら一部のパーツはマスキングをして先ほど紹介したシルバーの塗料たちを使います。やり方はまずアンダーブラック2を塗ります。シルバーの下地になるのでしっかり塗っていきましょう。ちなみに乾燥に1日かかるそうなので1日置きます。1日経ったら今度はボーンクロームを塗ります。こいつは一気に塗るのではなく遠くからふんわり塗っていきましょう。そうするとこのようにキラッキラに仕上がります。これをお腹のパーツやおでこ、いろいろなパーツにやります。しっかり塗ることができたら最後にフィニッシュクリアを塗れば完成。ちなみにこいつを塗らないとシルバーはあっという間に剥げてしまうためしっかり塗りましょう。ただラッカー塗料とはあまり相性が良くないため、塗り終わった後にラッカー塗料のクリアで全体をコーティングなんていうことはやめておきましょう。まあそのためにクリアのコーティングを先にやったってわけだ。さあ全てのパーツが揃ったら接着。タミヤエポキシ接着剤を使い接着します。こいつは2つの溶剤を混ぜて使うタイプなのでしっかり混ぜてから使いましょう。混ぜたら接着する部分に少しずつ接着剤をつけてパーツを接着していきます。イヤリングなんかもはまるのだが落ちそうなのでしっかり接着剤を塗ってあげましょう。あと太ももの部分はがっちり固定したいのでここはアロンアルファを使います。アロンアルファは少量だけでいいので少量塗ってがっちり固定。他にもすねの装甲は裏面がほぼ見えないのでここもアロンアルファでがっちり固定します。これで全ての作業は終了。あとは関節をはめ込めば完成。これが全塗装カイゼリンだ。
今回のカイゼリンいかがだっただろうか。しっかり組んだらカイゼリンの前に作ったダッカスやリッタージェットに比べてとても動かしやすかった。ボークスの技術力がいい方向に上がっていると感じるキットだった。しっかり動くのでカイゼリン気になっている方は買ってもいいと思うぜ。そして再上映することがあったらアニメゴティックメイドを見に行くことも忘れるなよ。動画はこんな感じなのだが、今日は今度やるドスケベ杯の詳しい告知だ。前回の動画でもお話しした通り、開催日は9月19日土曜日を予定しているぜ。コンテストの内容も知っている人が多いかもしれないが、改めて説明させていただく。このコンテストではライブ配信をしながらエントリーしていただいた人の中から抽選で1名様にうちの動画で作ったつくよみをプレゼント。さらにエントリーしていただいた中の数名はこのゆちが選ばせていただき、動画内で自作したパーツをプレゼントする。ここら辺のパーツは参加人数に合わせてプレゼントの数は前後します。ここからはエントリー方法だ。エントリー方法はまず、うちのチャンネルの登録、そして X のフォローをよろしくお願いします。その次に、イベント用の固定ポストに自分の作品、ガンプラ、美少女プラ、スケール、ミリタリー、積みプラなど、ここら辺を引用リポストしながら画像を貼ってほしい。エントリーの完了として皆さんの作品にいいねを私が押しに行きますので、いいねが来たらエントリー完了です。もし、いいねが押されない場合は、X の DM でご連絡ください。受付期間は9月16日水曜日までです。日時には気をつけてください。あと、注意事項だ。写真は自分で撮影したものに限ります。他の人のツイートを適当にパクってきて自分のものにするような卑怯者はマインドクラッシュな。写真は先ほどお話しした通り、プラモデルなら何でも OK。そして積みプラも OK だ。なので、どんどん応募してくれ。エントリー用に投稿したものは後日、ライブ配信で使用させていただきますので、かっこよく撮ってきてほしいぜ。最後に、国外には配送できないので、国外の方にはちょっとプレゼントできないです。だが、我こそは、という方は、海外勢です。と一言を添えてエントリーしてきてくれよな。開催日時は9月19日土曜日夜にライブ配信をしながら抽選をしていくぜ。一応予定のため、もしかすると前後するかもしれません。もし、急な用事が入ってしまい、日時が前後する場合は連絡しますので、ぜひ連絡をチェックしていてほしいぜ。さあ、ざっくり説明は以上だ。今回もドスケベな作品を待っているぜ。また、わからない点はコメント欄でコメントしていってくれよな。抽選のライブ配信は過去のアーカイブがあるため、どんなコンテスト内容かはアーカイブで確認できるぜ。さあ、今日の動画は以上。今日の動画もよかったら高評価、チャンネル登録よろしくな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。